こんにちは、ももかです。韓国来てワーホリ生活始まって半年が経ったんですけど、半年以上か、もう残りが3ヶ月4ヶ月ぐらいなので、実際過ごしてみてどうなのかみたいなのを、撮れたら、今思ってることを喋れたらいいなと思ってカメラをつけました。で、そうね、早いよね。本当に早くて、でかといってあんま実感ないというか、もうそろそろ終わっちゃう、あんま実感ない、これからどうしようっていう感じなんですけど、で自分の中でこれからどうしていきたいかとか、今の生活どうなのかとか思ってることはたくさんあるんですけど、でこういう風に自分の気持ち、ちょいちょい Vlog とか書いてて、その時にテロップとか入れたりとかはしてたけど、なんか結構やっぱ私もその時、過ごしてる時期とか環境とかで結構変わるから、これからどうしていきたいとか、韓国生活どう感じてるかとか結構変わっちゃうから、あんまり今自分はこう思ってて、ワーホリ後とかどう考えてるみたいなのはあんま言わない方がいいのかなとか思ってたんですけど、本当に今のリアルな気持ちというかをお話できたらいいかなと思ってます。最近はちょっと今、動画編集してる最中なんですけど、1ヶ月ぐらいまたちょっともう安定なんだけど1ヶ月以上動画空いちゃったんですけど、忙しく過ごしてました。大体、日本にいる時とかもそうだったんですけど、今の仕事始めてから年に4回、年に4回とちょこちょこ繁忙期があって、ちょうどそのちょっと前が繁忙期というか、やらなきゃいけないこと、やることがいっぱいあったので YouTube ちょっと更新できなかったんですけど、忙しく過ごしてました。で最初は、ワーホリ来てこういう風に過ごしたいなとか、最初アルバイトしたいって言ってたんですけど、結局今までせず、ちょっと最近、これもまだ決まってない状態だから言うのあれかなと思ったんですけど、最近面接1個ちょっと受けてきて、でももうあと本当にちょっとしかないから、働けるか分かんないんですけど、今の仕事をしつつ働けそうな範囲でできるかなと思って、実は面接1個受けてきたのがあって、でも分かんない、受からない気がしてるので、もう一人その面接する人がいるって言ってて、私がもう結構残り少ないからっていうのもあって、受かるか分かんないんですけど、もし受かったら最後の最後でそのアルバイトを、しようかなみたいな感じで、当初は本当に予定してた、どっから話そう、ごめんね、まとまってなくて。ワーホリってさ、また語学堂と違って、語学堂もそうだけども、本当にその人の過ごし方によってめっちゃ変わると思うの。私は日本でやってたお仕事を今も継続でやらせてもらってて、正社員ではないけど業務委託としてお仕事をもらってて、生活が今できてるわけなんですけど、当初はその仕事もやりつつアルバイトもちょっとして、で韓国語をもうちょっと頑張りたいっていう目標があったですね。あと YouTube も頑張りたいな、 SNS とかもうちょっと活発に動けたらいいなと思ってたけど、人生そんな甘くないなってというより自分のキャパがあんまりないなってことをめっちゃ知れたかな。昔からそんな器用なタイプじゃなかったけど、もっとうまくできると思ってたけど、あんまうまくできなかったです。ワーホリ来て1ヶ月間だけ語学学校の方に通ってたと思うんですけど、その時にすらも結構しんどかった、結構大変だった、私的に。でもその時は、やる業務的に引き継ぎ業務とかもあったりとかしたから、結構連絡取ったりとかっていうのもあって、授業中も割とそわそわしちゃうというか、あと1時間後休憩時間とかに別に返せるけど、早く返さなきゃいけないのになとか思いながら、やっぱ頭からどうしてもその切り替えがうまくできなくて、通っててよかったなと思ったけど、やっぱ両立するの難しいなってその時めっちゃ思って、割と 100% で私なりには頑張ってるつもりでいろいろやっちゃうから、あれこれすることが自分は向いてないんだなってめっちゃ
今回で感じて、完璧主義みたいなところが多分ちょっとあって、でだから全然完璧じゃないんだけど完璧主義のところがあるから、もうできない状況、そこに対してなかなか時間使えなかったりとかすると、もうそれに対してすごいなんかもうストレスを感じてしまって、ちょっとだから落ち込む気分があんまりうれっそよ、ちょっと気分がうまくポジティブ思考になれない時とかも結構あって、この韓国生活中最初の本当に半年ぐらいは本当に結構しんどくて、いやしんどい時としんどくない時があったんだけど、それは別に韓国で始まっどっから話せばいいんだろう日本の時から割とそういう節はあったんだけど、でもその日本にいた時は韓国に行きたいっていう、また住みたいなっていうのがめっちゃあったから、それですごいいけるのかなとか、それに向けて頑張ってたけど、なかなか目標に近づけてない気がしてて、その時は結局今来れたんですけど、それで割と気持ちが落ちちゃったこととかあったのね。だからあったんだけど、自分がやりたいこと、行きたい環境にできなかったから結構気持ちが落ちちゃってたのかなとか思ったんだけど、いざ韓国に来てみたらちょっと良くなったかなと思ったけど、そうでもなかったっていう。もう落ち込む時はもうめっちゃ落ち込むし、しんどいなって思う時期結構過ごしちゃったりしてたんだけど、だから本当に韓国に来て私何したかったんだっけみたいな、いざ韓国に来たけど何してんだろうみたいな、なんか自分ダメだなみたいな感じ、なんでこんなこともできないんだろうみたいな、めっちゃそれで自分を責めちゃったじゃないけど落ち込んでた。こんなに何もできない人間なんだみたいな感じの時期があったのよ。でも今は半年過ぎて、ちょっとやっぱこれじゃダメだなというか、気持ちが本当に落ちちゃってたから、もうできないことはできないってもう認めようと思ってだから今回繁忙期の時にも本当は YouTube 上げたかったし、今までは上げたいし、もう上げれないことにすごくまた今回も全然できなかったみたいなストレスを感じちゃってたから、もう1ヶ月ぐらいもう本当に多分忙しいの分かってたから、もうそこでは諦めようと思って、仕方ないことなんだと思って過ごしたら気持ちが軽くなった。そういう風にうまく自分と付き合うことが大切なんだなってめっちゃ感じたというか何言ってるんだって感じだよね、ごめん。何が言いたいかっていうと、私本当はワーホリ来て本当はもっと頑張りたかったの。でも頑張れなかった。でも時間がないとか忙しいは言い訳かもしれないなと思って、自分が全部決めたことだから、今の仕事をやりながら生活するってことも自分で決めたことだし、そこはきちんと責任を持ってやんなきゃ、お金をいただいてるわけだしね。そういうこともあって、ワーホリ来て仕事しかしてないみたいな感じではあるんだけど、そんな感じです。自分がやれる範囲でこれからの残りの生活を無理をせず、ちょこっと楽しみながら過ごしていきたいなっていう気持ち。私は2021年2年4年前とかに1回留学して1年間留学をして、で2年日本で働いてからのワーホリだったんですけど、2年ぶりに韓国来てどうだったか。やっぱ韓国好きだし楽しいっちゃ楽しい。ただやっぱ友達どうなんだ、もともと別にそんなに誰かと常に一緒にいたりだとか、割と一人の時間好きなタイプだから、別に友達がいないんだけど、実際あんまりに対してはそんなに別に寂しいとかホームシックとか別にならないから、そういう面で寂しさを感じたりとかはないんですけど、でもたまに誰かこういうの誘える友達がいたらいいなとかめっちゃ思うけど、そういう面で寂しさはあるか。私が留学してすごい大変なこともあったけど、めっちゃいい経験できたなってすごく思って、韓国留学したことに対してすごいね新鮮で楽しかったから、でもう一回韓国住みたいなと思って、中途半端な韓国語をもうちょっと
習得したいっていうのもあった。でも一回韓国に実際住んでみて、当初は長く住みたかったからワーホリ1年間って決まりがあるけど、もっとなんか長く入れる方法ないかなって私は結構思ってたんですよ。就労ビザだったり、自分には厳しいかもしれないけど、何か挑戦できないかなとか思ったりだとか、あとは可能性があるとしたら、もし YouTube とか SNS がもっと伸びたら芸能ビザとかもあるのかなとか思ったりだとか、いろいろ私なりにもっと韓国にいたい気持ちがあったから調べてたんですね。正規も行くっていうのも手なのかなとか、今から別にね、学ぶのは何歳からでも遅くないと思うけど、でも別にめっちゃこれを大学で勉強したいですみたいなのも正直なくて、その中で行くのも違うかなと思って正規留学とかは考えなくなって、で就労ビザもダメかもしれないけど、少しでももし望みがあるならじゃないけど、挑戦することは可能かなと思ってた。人脈が大事だからさ、割とだから経験ももちろん大事だけど、でもその会社に働いてほしいって思わせなきゃダメじゃん、役に立たないと。だからそういった少しでも可能性があるんだったら、アルバイトとかを通してそういったのを見つけるのもありなのかなとか、あとはすごくこんな私にありがたくビザ出してあげようかみたいな、どうしたいのみたいなことを聞いてくださる人とかもいて、すごくありがたい。もう本当にこういう風に言ってくれてるだけですごく嬉しいんですけど、働いてる上司とかもどうしたいのみたいなのはすごく気にかけてくれたりだとかしてありがたいよね。私もそれを考えてたけど、でも半年過ぎてそこまで大変なビザ、私も大変だし会社も大変なビザを取ってまでそこまでして私は韓国に住みたいんだろうかって考えた時に、最初は多分それでも住みたいって思ってたんだけど、長い目を見た時に私はずっと韓国好きだよ、好きだけどずっといたいのかな、正直なところって思ったんだよね。今回韓国に住んでみて楽しいよ、楽しいし好きだし、もっと住みたい気持ちももちろんあるけど、本当に現実的なことを考えたら日本に帰った方がいいんだろうなっていう。でも日本に帰ったらまた来たいって思うんだろうね。そういうもんだよね。現実を見て、私は韓国の会社、日本でも大変なのに韓国で社会人会社員生活がちゃんとできんのかっていう、できなさそう、自信がないっていうのがまずめっちゃ思いました。働いてないけど。だから就労ビザっていうのは私の中ではもうないかなと思って、現時点では。から日本に帰る3ヶ月後4ヶ月後は日本に帰って、でも韓国好きだからたまに旅行できたりだとかはするのかなって思います。でも最近実は、最近っていうかちょっと前にも思ってたりしてたんだけど、一個思ってることは、日本に帰ってもいいかなっていう気持ちになったんだけど、でもやっぱちょっとこのまま帰るのは後悔しそうだなみたいなのがあって、あまりにも私が器用な人間じゃないから仕事しすぎちゃったな。別にその中でも楽しめるように努力はしてるけど、なんか中途半端な韓国語で本当に帰るのはちょっと惜しいというか、ちょっと嫌だなっていう気持ちが若干あっていうのと、もうちょっと楽しみたかった、楽しい気持ちもうちょっと楽しい気持ちをもっと思い出作りたかったなっていうのが正直あって、でもそれもさ、自分があんまり行動しなかったのはいけないんだよ。それは本当にそうなんですけど、でもこれが私の精一杯だった気がするってなった時に、このまま帰るのはちょっと自分の中でちょっとだけ、本当にちょっとだけ後悔しそうってなった時に、もう一回語学堂に通うのもありかなって実は思ってて、最後なんかもう疲れちゃったんだよねこんなこと言っていいのかな。ちょっとやっぱこのまま帰るのは美味しい気持ちがあって、もう一回
半年ぐらいだけ語学堂に通うのもありかなって今思ってきてる。ただまあ現実的なことを考えるとまだ絶対行くとは言えない自分もいるんですけど、いろんなことを考えるのね。まあ普通にワーホリ終わったらパッて日本に帰った方がいいのかなとも思うけど、語学堂は楽しかったんだろうね。だからかな、だからもう一回行きたいって思うのかもしれないけど、でも多分行ったら行ったで多分大変だよ。その時は多分働きたいって思ってたし、学生の時は働きたいって思っちゃってたんだけど、だから今それの若干語学堂行こうかなっていう気持ちが今ある。でも少しだけなんか全然できなかったから1年間勉強をできなかったっていうかしなかったが正しいんですけど、あと心残りが1個というかあるのはやっぱ SNS もうちょっと頑張りたかったの。私的に頑張れなかった、自分の責任ではあるんだけど、そういうのもあってもうちょっと YouTube 上げたかったなっていう後悔はすごいある。頑張れると思ったんだけど頑張れなかった。別に学校通わなくてもいいのかな。いやでもどうせだったら通った方がいいよね。語学堂通わないと人に会わないし、そんな感じで今思ってます。これ何の動画だ。本当にどうやって過ごすかで全然変わってくると思う。もっとでも人と関わらないといけないの分かってるんですけど、自信ないからさ、基本的に韓国語とかに対してもう本当に喋るのが怖いわけ。今でもそれがでもいけないじゃん。間違っていいっての分かってるんだよ。でもできないの。なんか恥ずかしさが多分勝つんだろうね。本当にもう思うことは本当に多分言語を学ぶっていうことに向いてないなってめっちゃ思いましたけど、自分なりに人それぞれだからさ、誰かと比べてもしょうがないんだけど、でもこの話したかわかんないけど、語学堂の時とかにそういう集まりとかも行ったことあるし、日韓の集まりみたいな、でも向いてないなって思っちゃったんだけど、甘いかもしれないけど、まず、来たこともすごいよね。来れたこともすごいよね。でもそういう人たまに私、性格が似ててみたいな感じの子もいるので、こういう風に過ごしてる子も多いと思うんだよね。来てみたはいいものの、なかなか友達できなかったり仕事がうまくいかなかったりすごく多いと思うんですけど、生きてるだけで偉いと思う。あとなんか私結構生活してて割と忙しい仕事とか残業が多い仕事みたいな結構そういうのに、自分が好きな仕事に割と就くことが多くて、そうなるとやっぱ残業が多かったり結構大変だったりしたんですよ。大変でもなんか目標があってじゃないけど、このために頑張ろうみたいな感じでいつも頑張れてたのね。それこそ前に言ったら、留学は割と思い立って行くことになったけど、ワーホリに行きたいっていう目標があって頑張って来れたりだとかしたので、ワーホリが終わった今終わっちゃうじゃん。もう私は次何を目標にして生きていこうみたいな、すごく悩んでます。なんか一個終わっちゃったなっていう感じ、終わっちゃうんだっていう寂しさそういうのはすごくぽっかりある。これから何のために生きていこうって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、今韓国で生活してる皆さん頑張りましょう。少しでも楽しいなって思えることが増えるように、私も少しずつ楽しみを探しながら生きているので、一旦ちょっと一応今の落ち着いたので、仕事がちょこちょこ動画も撮りに行ってなるべくアップできたらいいなと思ってるので、これからもぜひ見ていただけたら嬉しいです。残りの韓国生活も楽しみたいなと思います。で、動画もシェアしていきたいなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。ごめん、本当にまとまりのない動画になってしまって申し訳ないんですけど、今日の動画はこの辺で終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。